柴崎春道の基礎から学べる水彩画。それでは、紙の選び方についてやっていきましょうね。はい。では、こちらをご覧くださいね。ここに何種類かの紙を用意しました。今からあなたがね、透明水彩画を描くにあたって、この紙でね、どれが一番あなたにぴったり適するか、実際に試しながら選んでいきましょう。まず、絵を描く紙といってね、思い浮かぶのは、これですね。と言ってもわかりにくいでしょ？これはね、いわゆる画用紙というものです。多分、小学校、中学校からね、絵を描くときに、この画用紙というもので描いてきたと思うんですけども、私たちがこれからやっていこうと思っているのは、透明水彩画ですので、この画用紙はね、実は透明水彩画には不適当なんですね。どのように不適当かっていうのはですね、話がちょっと専門的になるんですけども、ですからこれを除いた、こちらの紙ですね。これがいわゆる透明水彩画専用の紙なんですけど、この違いね、画用紙との違いは、この水彩用の紙というのは、紙の上にですね、水彩絵の具がきれいに広がって、またきれいに滲んで、その水彩画が、そのものが素晴らしく、描きやすくなるように、紙そのものに特別な処理を施してあるものです。ですので、もう一度言いますけども、この画用紙と言われるものは水彩紙ではないので、これは除外します。使わないようにしましょう。では、今ここに3種類、柴崎紙を置いてみました。これもちょっと見ると、見分けつかないですね。これが、そうかな、少しと柔らかい色に見えますか？こっちはより白っぽく見えるかな。これはね、紙の色そのもので、水彩紙そのものの性能には関係ないことです。これはご自分が、ちょっとクリームっぽい色がいいかな、白っぽいのがいいかな、それぞれが好みで選ぶことであって、水彩紙そのものの性能には関係ありません。では、この、ちょっとね、見分けのつかない、いずれも透明水彩専用の紙ですけども、具体的にどう違うのか、ちょっとね、絵の具塗ってみましょう。わかりやすくですね、同じ色を塗ってみますね。はい。はい、塗りました。で、こっちも塗りますよ。はい、塗りました。では、こっちも塗ってみましょう。はい、塗りましたね。さあ、で、この次がね、実は大事なところなんですけどもね。もしあなたはこうやって絵を描いたと仮定しましょう。もう水彩紙でね、水彩絵の具で絵を描く、とても楽しいんですけども、きっとね、描いた途中で、いや待てよ、こんな色塗らなきゃよかったなとかね、ちょっと手直ししたいなってことは必ずあると思うんですね。では、3つのタイプの紙で手直しができるかどうかっていう観点で今から試してみたいと思います。では、これから言ってみますね。手直しするんだから、この絵の具を取るわけですね。取ってみます。よいしょ。はい。ね、今取りましたよ。では次、これを取ってみます。はい。何回もね、ちょっとこすってやってみました。はい。取ってみました。では、最後、これですね。はい。では、ちょっとね。さあ。ね。今同じ色で、同じ回数ぐらいでね、柴崎、こすって取ってみたんですけども、どうでしょうか？ね。これ、明らかにこれは綺麗に取れてますね。ということは、絵の具が取れると、失敗したところが、またこの上から新たに絵を描けるということですよね。そうなんですよ。ここにね、水彩紙の選び方の一つの大きなポイントがあります。必ずあなたは、まずは最初は、絵を描くときに、ちょっと失敗があるかもわかんない。その時にもう一度描き直せる紙かどうか。ね。
もちろんいつでも水彩者から楽しく水彩描けるけども、書き直しができるかどうかという視点で紙を選ぶとすると、これとこれ、これはセヌリエという紙、これはアルシュという紙なんですけどね。いずれも有名な紙です。日本産ではなく、とても値段の高い有名な紙なんですけども、この結果からしてもこれはあまり適当でないだろうということが言えます。実はこの紙はですね、国産のワトソンという紙なんですね。綺麗に取れましたよね。ということで結論としては、柴崎はいろいろある水彩紙の中から、あなたが選ぶべき紙は、この国産のワトソン紙だと言い切れます。お値段も安くて、手に入りやすくて、しかもこのように、とてもあなたの希望に応えてくれる水彩紙です。はい。ということでね、ワトソン紙ですね。柴崎が力強く推奨する、とてもね、書きやすくて手に入りやすい日本の紙です。では実際に柴崎とね、一緒に絵を描いていくとき、どちらをね、選んだらいいかということなんですけども、これね、2種類あるんですね。こう側面を見ていただくと、わかるかな。ここね、こうずっとフラットにこうなってますよね。実はこれ一枚一枚の紙がね、糊でがっちりとこう固定されているタイプなんですね。片やこれなんですけども、ここ見てくださいね。これバインダー止めになってます。違うでしょ？これはね、それぞれね、また良さがあってですね、何とも言えないところです。水彩画というのは、水で描いてきますので、紙に描くとですね、その紙がね、多少伸びるんですね。で、紙がこうたわんだりして、ちょっと描きにくくなったりすることもあるんですけども、このブロックのタイプはですね、4辺が糊で一枚一枚の紙がかっちり固定されていますのでね、その紙がね、こう、たわむということがね、ちょっと少ないんですね。そういう意味で書きやすいわけです。ただし、これはね、書き終わった時に次の作品を書くにあたってですね、これを一枚一枚剥がしてですね、移動させなきゃいけないっていうね、そういう手間がかかるんですよ。その点、このバインダーのタイプというのは、一枚絵を描いたらですね、ここに絵を描いたら、ここでめくり上げることで、スムーズに次の絵を描くことができるというね、非常に便利なんですね。だけども、四隅がぎっちりと糊で固定されていないので、たまには紙がこう、ちょっとたわんでね、あれ困ったなということが起こるかもわからないっていうね、それぞれ一長一短のある、タイプです。どちらを選ぶかはもうあなた次第です。ただそういうものがあるんだと思ってくださいね。それで実際に柴崎と絵を描いていくときに、ではどのくらいの大きさの紙を用意したらいいんだろうということですけども、ここに2種類大きさを用意しました。ちょっと大きさ違いますよね。これが F45 の大きさです。そして黒い方が F65 の大きさの紙です。柴崎は普段ですね、F65 の紙で制作することが多いんですけども、でもあなたの場合はどちらでも大丈夫です。このさらにですね、もっと小さい紙もあるし、もっと大きい紙もありますけども、あなたがのびのびと本格的に水彩画を勉強するにあたっては、このワトソン紙の F45 か F65 か、いずれかをご用意くださるといいだろうと思います。これが柴崎の紙選びのポイントのお話です。